皆さん、お久しぶりです。アイロンです。投稿者の都合でこの春から夏の間、動画作成の時間が取れませんでした。お待ちしてくださった方には大変申し訳ございませんでした。なんとかして完結まで到達しようとは思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いします。今回は4章を攻略していきます。心なしか私のセリフ出るところが以前よりも狭くないですか？謎の空間が横にもありますし。よく気づいただな。動画よ、止まれ。何ですか一体？うっす。徹子さんじゃないですか。そう、わしゃ徹子。これからアイロンちゃんと一緒に実況していくものだに。そんな、急に言われましても。そこをな、昔からの友達としてのよしみで頼むだよ。しょうがないですね。やった。そういうわけで視聴者の皆さん、これから私たちともどもよろしくお願いすった。よろしくお願いします。相変わらずこの子、訛りがすごいですね。それじゃ、本編に戻るだよ。動画よ、動け。それではまず、前回のおさらいからいきましょう。そうだな。前は黒村一行がフェリアへの使者として向かったけんど、国境でライミ率いるフェリア軍と交戦しただ。それで、クロムがライミを撃退したので使者として認められたわけですね。なんていいか、えらい穴がありそうな認証システムだな。そうこうしているうちにフェリア王と対面できましたよ。彼女はフェリア東の王フラビア。武芸を好む姉御肌な女性です。東、西があるみたいじゃんか。その通り、ここフェリアは東と西でそれぞれが王を擁立しているのです。そして、この体制こそが本性のミソになります。そうなんか。さっきからちょくちょく分かってきただけど、クロムは王族の割には礼儀がなってないだよ。確かに敬語に詰まったり、感情を荒げたりするのは王族っぽくないですね。こういう王族キャラは歴代 FE でも珍しいじゃないかと思います。それはそうと、援軍は出せないって言われただよ。クロムはフェリアの援軍が目的じゃなかっただか。まあ、確かにそうなんですが、どうやらフェリアという国そのものの統治権はフラビアにはないようです。しかし、この国は闘技大会で勝った側の王が国を統治することができるという体制になっています。なるほど。つまりは援軍が欲しければ出場して自分を王にしてみせろ、ということか。ただ、これクロムが参戦して負けでもしたらまずいじゃねえだか。外交問題になりそうだし、何より、クロムのメンツが立たねえだ。メンツがどうってのは分かりませんが、他国の重要人物を闘技大会に出場させるのはちょっと私も問題かと思いますね。大丈夫だ。何はともあれ4章、ゲーム本編に参ります。今回から各章で投稿者がどのような作戦を立てて攻略していったかを説明していくことにします。まあ、一応攻略動画だからな。何らかの説明が必要だと思っただよ。ただし、注意してほしいのはこの作戦は操作前に考えたものであるという点です。実際の操作ではその時の状況によって作戦を変えることも多いっちゅうこった。なんなら投稿者は作戦なしに突っ込むこともあるみたいですし。さて、今回のマップはこちらです。敵の数は多くないですが、クロムは2発食らえば、リズは1発でも食らえばやられます。だもんで基本はルフレで受け、削りととどめをクロムに任せる形になるじゃねえだか。ここに敵の動きも加えるとこうなります。1ターン目に緑色で囲った部分が突撃し、2ターン目に水色、3ターン目に黄色、4ターン目に黒の順で突撃してきます。クロムに経験値を与えたいのもあるので、ルフレとクロムで敵を少しずつ釣り出し、かっこ撃破していく形が望ましいと思いました。だもんで動きとしてはこうなって、こうなって、こうなる、みたいな感じになってくじゃないかな。こんな感じでかっこ撃破によってクロムに経験値を入れたいというのが本作戦の重要な点ですね。単純にクリアだけならルフレを短期で突っ込ませりゃいいだけだもんね。それでは実際のプレイ映像に移りましょう。ちなみに今回の敗北回数は5回だっただよ。
その前にオープニングイベントがあったのでお送りします。西の王はあのマルス仮面を選出しただか。マルス仮面、一体何者なんでしょうね。その剣はまさか。その技誰に学んだ。4章ゲーム本編始まっただ。まずはダブルを組む相手ですね。ルフレはフレデリクと、クロムはカラムと組ませて耐久力を強化します。リズはビオールと組ませてますが、特に目的はありません。強いて言えばデュアルガードでダメージ無効を狙ってるところがあるだな。まあ確率が低いもんであまり期待はできねえだが。操作の方に移りましょう。現在作戦の通りに戦士をうまく釣り出せる位置にルフレを置こうと思ってます。これはまあ順当に釣り出しできるだよ。で、いい塩梅に削りもできたと。それでここはルフレで魔導士を攻撃しようと思いましたが、しばしの長考の末、削った戦士を攻撃することにしました。あんね、クロムに経験値を与えるわけじゃないのか。当初はそう考えてましたが、やはりクロムの生存が不安になってきたわけです。何回かの敗北原因はクロムが撃破されることでしたから。だからクロムを戦闘参加させるのをためらったわけだな。中にはあのマルス仮面に倒されることもあったんですよ。そりゃあどういう心境で彼はクロムを倒したんだろうか。非常に考察しがいがあるだよ。これはそうこうしていたら時短になりました。まずはルフレ横の魔導士をクロムで撃破します。ここでクロムを動かさないと敵ターンで攻撃されることになるからな。そしたらルフレ横の戦士をルフレで倒すだよ。これでリズ、クロムの被害なしにこのターンを終えられます。さて、敵方のアーマーナイトがようやく到着しましたか。案外アーマーナイトのくせ者だいな。次ターンでクロムで攻撃すると確実に反撃が来るもんでな。そうですね。だから結局アーマーナイトはルフレで倒す、あるいはクロムが受けるときはアーマー以外の敵の攻撃を受けないということを考えました。後者の考えがこのターンの振る舞いというわけだよ。まずは魔導士をルフレが倒し、そんでもってクロムがハマー一体の受けを担当するだ。この時クロムの背後が安全地帯になるため、リズをここに配置するのです。まあ普段のハマーは傷むすりで回復して動かなかっただが、敵ターンにマルス仮面も動きましたね。こっちに来るまで1ターン猶予はあるだが、警戒はすべきだら。喫緊の課題はこのアーマーたちと戦士でしょうね。特に前のターン回復したアーマーはこのターンも回復するのか動くのか、それがわからないです。少なくとももう一方のアーマーは回復することは予測できるだが、もし回復した方が動くならショートアクス戦士との連続攻撃でクロムはおだぶつだに。そうして長考の結果、手負いのショートアクス戦士をルフレで倒すことにしました。クロムはまあ一体だけの攻撃範囲に入ることで動いても受けられるようにしただよ。動くかどうかの問いの答えは回復の優先だったようです。いまいち回復の思考ルーチンがわからんな。何割減ったら回復
ここまで回復したら洞窟中戦匹はどこずら。もう察してる方も多いと思いますが、もはやクロムで倒して経験値を与えるということは想定していません。いかにルフレ以外を生存させるかに主軸が移っただな。当初の作戦は完全に崩れ去っただ。それでもクロムは後々戦力になるため、最低でも1はレベルを上げたいところです。なのでこの辺りからマルス仮面とクロムを戦わせる方針に変更しています。まずは敵の猛攻をかいくぐるべくルフレを回復です。そしたらクロムランを安全圏に移すだ。あとは敵を蹴散らすのでしばらく加速します。マルス仮面とルフレの交戦なのでここは等速でお送りします。マルス仮面の剣の構えってちょっと独特ですよね。剣の持ち手は顔の前に、持たない手は腰に沿わせる。これだと剣を振りにくいし、攻撃も受けにくいように思うだ。剣の道には詳しくないのですが、こういう構えが存在するのでしょうか。さて、ゲーム本編ではもう敵はマルス仮面のみになっただな。こうなったらあとはルフレで適度に削ってクロムで決着をつけるだけです。なのでその場面まで一気にカットします。おい、すまない。ムービー中の会話の続きですね。彼の父とは一体何者だいな。レベルアップ。HP 力は必要なので OK です。ただ技守備が成長ゼロはどうなんだ。何はともあれクロムは闘技大会に勝利しました。これで念願の援軍が来るだな。よかったよかった。誰だお前は。彼はフェリアニシのオーバジーリを今回負けた側の方ですね。今後ストーリー上でかなり重要な立場になっていく人物です。マルス仮面のことは未だ正体不明だか。神出鬼没で去るときは一瞬仮面キャラの宿命ですね。それでもってかっこいいのも特徴だな。しかしクロムは目的を果たせただからクロムら一行の旅は一旦終結だな。今後は屍兵討伐に向かうのでしょうか。おっと何やら新しい野郎が来ただよ。徹子さん、野郎ってまあ彼の名はロンクーです。本作の小安枠というより小安枠の元祖とも言えるキャラだと思います。そして重要な点は本縛りにおいて貴重な使用可能ユニットということです。やっと使えるユニットが増えるだか。手数が増えて本当に良かっただ。ただ彼にもユニット特有の縛りが存在します。次回改めて紹介するつもりですが、端的に言えば剣士用クラスのみの使用とキル系武器の個別的解禁です。まあこの縛りがどれほど影響するかは正直まだわからんな。なんやかんやあって帰ってきたクロム。これで混乱も収束するかに思えたが。失礼します。何事ですか？ありゃあ、貴族が誘拐されちまっただ。けれどさらった側は不法入国者として拘束したと考えているようですよ。まあ賊みてえな衆が正規軍のケレジアの言うことは信用できんがな。こういうトラブルは外交上の交渉の末解決されるべきでしょう。必要ならばイーリスに友好的なフェリアの介入も要請してもいいでしょうし。もっとも
それは話が通じる州という条件がありゃあな。向こうは戦争をしたい。かつ、その戦いは自衛戦争であることにしたいはずだら。きっと、とんでもない条件や難癖をつけてイギリス側から攻撃をさせるように仕向けてるだよ。そうなると話は厳しいですね。人命が関わる以上、交渉は迅速であるべきです。そこを狙ってペレジア側がどんな厳しい条件を突きつけるのでしょうか。にしても徹子さん、あなた案外賢いことも言うんですね。失礼だや。バカにするじゃない。おや、場面はまだ続くだか。さあ行くぞ。この少年は、彼はリヒト、彼も貴族であり自警団の団員の見習いでもあります。すなわち、今作の書太担当だら。何がどうすなわち、かは知りませんが、そうだと思います。やっぱりな。しかし、こっちはこっちで何か起こりそうな感じがするだ。これにて4章攻略は終了です。ご視聴ありがとうございました。あとはクレジットを流した後、支援会話をお送りするだ。興味があったら最後までぜひ見ていってほしいだよ。今回、よろしいですか。支援レベルを上げたのはフレデリクとルフレです。フレデリクはダブル要員としては優秀だもんな。そうですね。縛り上戦うことはないけど、これからもたくさん登場するだよ。ええ。なるほど。恐縮です。何か。ええ。そうですか。承知しました。よし。うわっ。これで本当に終了です。最後の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やフォローなんかもしてくれると嬉しいだよ。それではまた次回。